もともと甘い生地なんですけど、ちょっとだけ塩入れることによってスイカに塩かけるみたいな甘みが引き立つようになるので、うちではちょっとだけ入れてます。こだわりポイントですね。はい、それ以上は秘密です。手ごねなんですね。そうです。一応古民家カフェなんで、やっぱその人の手で作るっていうことを大事にしてて、なのであんまりその大きな機械とかは使わないようにしてます。いつもは従業員の方3人でやられてるんですか？今日は3人ですけど、全員で11人いますね。もうそんなに。はい。なんか粉の時にすごいしっかり混ぜられてる印象が強いんですけど、こだわりあるんですか？ここでしっかり混ぜとかないと味にムラができたりとか食感にちょっと違いが出てきたりしちゃうので、ここはもう念入りに混ぜてます。これ実はバターって本来1回で混ぜるものなんですけど、2回に分けてるんですよ。これ多分うちしかやってないかもしれないんですけど、これをすることによって、ザクザクの食感なのに硬すぎず口の中に残らないみたいな、そんなタルト生地になるので、そこがちょっとポイントです。これでタルト生地完成です。はい。これを一晩寝かせます。この小鉢はどんな小鉢になるんですか？小松菜の炒め物。抹茶菓子って言って光に当たると色が飛んじゃうので、それはもうアルミで隠してここに入れておきます。もう本当にすぐ色飛んじゃうんですよ。予約はインスタからが多いんですか？ほとんどインスタからですね。時々お電話からもあるんですけれども、ほぼインスタです。カフェは限定？そうです。グラスパフェはだいたい1週間限定で出したりするんですけど、そのパフェは割と人気で、その時は1日50件ぐらい来るんですよ。とんでもない数のご予約が入ってくださり、本当に嬉しい限りです。
今何してるんですか？予約してきた人たちの席をあらかじめ決めて、これはアルミで何をするんですか？アルミをしたまま10分くらい放置して紅茶の味を出して。お母さんのお店で働いて長いんですか？できた時はまだ中学生だけど、そのパフェの上に乗るクッキーとかは作ってて、で去年くらいからちゃんとアルバイトで。そうなんですね。さっきお母さんからパティシエになりたいって聞いたんですけど、やっぱりお母さんの背中見てですか？ここでも修行してるってずっといろんなの作ってる。あ、そうなんじゃあ一緒に作ってるんですか？へえ。メニューとかも一緒に考えたり？新作のケーキとかは一緒に。あ、そうなんですね。いいですね。今何してるんですか？夜営業あるんですけど、その時にいつも限定のパフェ出してるんですよ。それの構成を今考えてます。失礼いたします。こちらのお店は何で知ったんですか？インスタグラムで知って、すごいケーキ可愛くって、そうちょっとこういうご褒美の日に行きたいなと思っててずっと。もう何回か来てるんですか？いや初めてです。そうなんですね。可愛いケーキだなと思って、なんかインスタのストーリーもなんかあったかいいなと思って、本日のケーキこちらですとか、予約の仕方とかも丁寧に説明されてるのごめんなさいいっぱい見て、そういうなんかあったかみがあるなと思って行ってみたいなって思って、今日念願のよかったです。お味どうでした？美味しいです。バスクチーズケーキ美味しいね。今から何作るんですか？抹茶のジェノワーズムースタルトの土台、お店の一番人気メニューって何ですか？定番のカツラとかドームのパフェのいちごの方がちっちゃい子とかも結構頼んでて、人気なんですね。パフェが一番人気？
親子でやってて良かったこととかってあります？指摘しやすい。でも何でも言い合えるし、なんだろうね、楽しいよね。好き放題してます。何を作りたいかっていうのが言わなくても分かるみたいな。これが作りたいからこれを準備してほしいっていうのをもうすでにやってたりとか、あとは喧嘩ばっかしてます。美味しかったですか？美味しかったね。こちらのお店は何で知られたんですか？富山情報に載ってたんだ。富山情報見られてこられた。最初何年前かな。ね、で近所の人がいつも満員だよって。そうだったんですね。教えてもらって。そうそう。予約せんと入れんよ。ありがとうございます。これは何をあげてるんですか？今日のランチの唐揚げです。今日お店は何で知られたんですか？インスタグラムです。ああ、そうなんですね。ランチ目的で来はい、られたんで平日のランチちょっと楽しみにしてたので、初めて食べさせていただきました。お味は美味しいですか？美味しいです。小鉢たくさんですごく嬉しいです。あ、お店の名前の由来って何ですか？私の名前がさやかって言うんですけど、うんそのさやかのさです。で、あの漢字がもともと砂とかっていう意味あるんですけど、山水になることによって海辺とか水辺の砂っていう意味になるので、ここがまあちょうど海の近くっていうこともあってちょうどいいかなと思って、はい、その名前にしました。素敵ですね。ありがとうございます。うちの息子が手書きで書いてます。ロゴですか？はい、3年生の時に、小学はい、書かせました。そう、だからちょっとたどたどしい字なんですけど、それがまたちょっといい味出してるなと思ってそのまま起用してます。ご飯は何米なんですか？と雑穀米か白米で選べるやつで、ほとんどの方は雑穀米。ほとんどは雑穀米、男の人は結構白米とか選びあやすい。気まぐれランチです。もうここで働いて長いんですか1年くらい。パティシエになりたいと思ったきっかけって何ですか？バレンタインとか作っとってなんかいろんなの作れるようになれたらいいなって。ママの背中を見てそれもありますね。ちょっと
店長さんのおすすめは？ケーキは私個人的にキャラメルナッツタルトがめちゃくちゃ好きです。私チーズ嫌いなんでそうなんですか？そうなんです。チーズケーキいっぱい作ってるけどチーズ苦手なんですよ。なのでキャラメルナッツが一番おすすめです。何のケーキが一番好きですか？新作とかでたまに出るチョコのショートケーキ。そうなんですね。これは抹茶ムースの底で引くやつです。これがないとムースに流れ出ちゃうので大事な役目を果たしています。よいよいよい。OK。ちょっと待って。これは何をしてるんですか？これは今抹茶のムースを作ります。抹茶タルトの上に乗せようと思ってます。そうなんですか？これ板ゼラチンです。これで固めます。店長さんの経歴とかって聞いてもいいですか？学歴は、あの子を産んでからすぐに中華料理屋さんでアルバイトを始めて、でそこからちょっとアパレルの道に進もうと思って、7年ぐらいかな、アパレルして、その後に携帯ショップの店員をして、辞めて今に至るって感じです。どうしてなんか違う職種をやろうと思ったんですか？そうですね、もともとカフェ巡るのとかすごく好きで、ちょっと自分でカフェやってみたいなと思ったのがきっかけで、ここが地元なんですけど、もう何もない土地だったんですよ。なんでちょっとカフェ作って盛り上げようかなっていうのがきっかけです。はい。そこからケーキとかスイーツの勉強されたんですか？それがここ始めた時はもともとパティシエを雇ってて、私は何もしてなかったというかできなかったんですよ。そもそもスイーツ作り自体をしたことがなくて、ただその子がちょっと退職することになって、どうしようかなと思った時に、自分ができるようになれば別にそんな困ることもないなと思って、やりたいこともできるし、なのでそこからもう一から勉強です。そうなんですね。はい、毎日毎日試作を繰り返し、やっとここまでできるようになりました。まだ全然ですけど。お家もここら辺地元で？そうです。もう本当に近いところで生まれて、近いところで育って、今も近いところに住んでます。そうなんですね。じゃあここの古民家は見つけて？そうです。で、リノベーションしてカフェに生まれ変わったって感じです。カフェとかもアートみたいな芸術。ありがとうございます。寝る前とかにパッとひらめいたものを作ってます。そうなんですね。ひらめくんですか？はい。深く考えたりとかあんまりしないですね。毎月違う味を出してる。そうです。やっぱ土日が忙しいんですか？土日はもうてんやわんやになります。ランチの時間から？ランチもだし、その後のスイーツタイムも満席に近くなりますね。地元の方とかも結構来られるんですか？いらっしゃいますね。徒歩で通ってくださってるご年配の方とかもたくさんいらっしゃいますし、逆に県外の方とかもいらっしゃいますし、ファミリー、カップル、お一人様も本当に様々ですね。インスタとかで？インスタもそうですし、やっぱりその口コミというか、ここにこういうカフェがあるよっていうので友達から聞いてきましたとかっていうのもよく聞きます。
これはチョコブラウニーです。このパフェがもともと夜限定のパフェだったんですけど、なので酔いって名前にしてるんですけど、あまりにも人気でお昼も出そうってことで、先月ぐらいから、出すようになりました。そうなんですね。じゃあ何が入ったんですか？これ今パイ生地です。ミルフィーユとかにも使っているパイ生地なので、かなりサクサクで、水分含んでもサクサクのままでいるミルフィーユの生地です。はい、出来上がりです。できました。はい、良いパフェでございます。ごゆっくりどうぞ。失礼いたします。よく来られるんですか？時々。どれぐらいのペースで来られるんですか？週1。お好きなメニューって何ですか？基本朝に来るんで、朝のモーニングをいただいて。あ、そうなんですね。お昼は混んじゃうので。あ、そうですよね。今後どんなお店にしていきたいですか？そうですね、もともとこのお店のコンセプトが誰もがくつろげる癒しのカフェっていうコンセプトでやってましたので、今後ともそれを継続してやっていこうかなと思ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。